今日はですね、iPhone、17、17ですね。こちらの方の Air を私、今回は選択しました。iPhone 17 Pro とか Pro Max とかあるんですけど、実際に X モバイルって会社と一緒にホリエモバイルとかホリエの Wi-Fi っていうのをやってるんですが、そちらの関係もありましてですね、なんとホリエモバイル今回、eSIM 対応しております。eSIM 対応してるんで、実はだから株&モバイルとかまだ対応してなくて、これ全部 eSIM になっちゃったんで、日本発売版って。なので、それもなんで eSIM になったかっていうと、もうこの SIM の物理的スペースが、その分バッテリー積めないんで、バッテリー積んだ方がいいだろうってことで、それでも完全 100% eSIM になっちゃったんですよね。だから eSIM に対応してない MVNO キャリアとか結構あって、結構困ってたりとかするんですが、なんと我々、ホリエモバイルはですね、素晴らしいタイミングで eSIM 対応しておりますので、ぜひ、安い iPhone 17対応の SIM が欲しい人は、ぜひホリエモバイルも検討していただければなというふうに思います。今回ですね、私 iPhone Air を選択しました。なぜかっていうと、やっぱり最近なんかカメラのレンズの数が増えたりとか、もうとにかくどんどん iPhone 重くなってるんですよね。だからもう下手すると本当腱鞘炎になるんじゃないかぐらい、本当左手の筋肉めちゃくちゃ筋トレやってるような感じで、これ古いやつですね。16 Pro。これもう厚さ歴然ですよね。全然薄いです。件数君が大して薄くなってねみたいなことを Facebook かなんかに書いてたんで、マジかよと思ったんですけど、全然薄いです。しかもこれ見たらわかりますけど、プロと比べて一回り実は結構こっちの方がでかいんですよね。マックスほどではないんですけど、マックスとこのプロのノーマルのやつと中間ぐらいの大きさあります。結構思ったよりでかいんですよ。なので、もちろんこれ iOS が今もう変わってるんで、ぬるっと動くようになったりとか、これは多分 OS が変わったおかげなんであれなんですけれども、とにかく大きさ的に言うと全然十分だし、重さはこれもう歴然。全然軽い。だから画面大きくなってんのに軽くなってる。でカメラ1個しかないから広角が撮れないとかなんとかかんとか言ってるやついるんだけど、広角とかそんな撮りますみたいな。最近これ AI が搭載されてるんで、これ結構面白くて、わかるかな？インカメでカメラやってくれてる人が撮るんで、ちょっと中入ってみてください。これ見えた？ちょっといなくなるとまた変わると思った。ほら。ほらほらほら。自動でこうズームしてくれたりとかするんですよ。すごくないねえ、この機能俺見たとき、これ多分 iOS の機能だと思うんですけど、別に Air だからどうのこうのってのはないんですけど、こういうのがあるから、なんていうのかな、ソフトウェアとか AI でなんとかなるんで、別にそのカメラのレンズ1個でいいじゃんみたいな。今回のプロはさらにごつくなってるんで、なんこれみたいな。スティーブ・ジョブズが見たら怒るんじゃないのっていうレベルのゴテゴテしさになっちゃってるんで、 iPhone っぽくないのよね。で僕はこれ MacBook Air が出た時をすごい思い出したんですけど、 MacBook Air が出た時の驚きに似てる。これはその時までパソコンってバイオとかあったじゃないですか。ソニーのバイオってめちゃくちゃどんどんちっちゃくなっていって、画面もキーボードもほんとギリギリの大きさまで小さくなっていくっていうノートパソコンの進化をしてたんだけど、バイオもシンクパッドも、あと昔の MacBook っていうかなんかもうそうなんだけど、どんどん面積を小さくしていったんですよね。キーボードとかの。日本人は手そんなにでかくないから使いやすいんだけど、アメリカ人とか手とか指でかいじゃん。だからちっちゃな日本のコンパクトなノートパソコンって使いにくいなみたいになってたのを大きく変えたのが MacBook Air だったと思うんですよ。薄くすりゃいいじゃん。そんな発想なかったよね。それまであの時まで金型一体成形でプラスチックの成形で作った金型1個作れば、大量生産するとプラスチックの型をパチパチ出していくだけなんで、大量生産するとめちゃくちゃボディが安くなるんですよね。でも MacBook Air ってそれの反対を言ったんですよ。これもう全部アルミ削り出しボディにしようと。アルミを5軸の MC って工作機械で一個一個、だからフォックスコンの工場とか中国の行くと、もう大量にその工作機械が置いてあるわけ。その最先端の1台5000万ぐらいするやつがドワーンと置いてあって、それでひたすら MacBook Air のボディを作ってるわけです。だからあんなに薄くできたわけ。プラスチックだったらあんな薄くできないんですよ。金属のボディだからこそ合成を確保しながらあんなに薄くできる。
プラスチックの金型じゃ絶対できなかったことを MacBook Air は成し遂げたんだけど、その技術が実は iPhone に生かされていて、これはまあチタンですけど、Air はもう合成確保するのにめちゃくちゃ高価なチタン使ってます。チタンってめちゃくちゃ高いのよ。うちロケット作ってますけど、チタン使えないもん、高すぎて。もうチタンなんか作っちゃったら何十億何百億になっちゃうから、ロケットでもなかなか使うのをちょっとためらうチタンがこのボディ使われてます。なので合成確保しながら薄くできて軽いっていうことがチタンだったらできたっていうね。だから僕はこれある意味革命だなと思って、もっともっと薄くなるかもしれないです。バッテリーの性能もこれほとんどこれ実はバッテリーなんですよ。こっから下ここの部分だけがその本体ってこれだけなんだったの。だからもうすぐメガネとか AR グラスとかにも多分入るぐらいなんだけど、あとこれ全部バッテリー。SIM を入れるスペースすらもう無駄なんで、全部バッテリーです。ということで、僕はこの iPhone Air にApple の未来が詰まってるなと思って、私は買いました。今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。